鈴木文と申します。普段は映画の監督をしたりしているんですけれども、他には今回のようにインスタレーションを作ったりとか、あと文筆活動としてその映画の批評を主に書いたりとかしております。去年の、秋頃に、宮城県にある塩釜市の杉村純美術館というところで、展示をして、そこがちょうど私の故郷だったんですね。でそれは結構たまたまだったんですけれども、むしろ少し私はその故郷と疎遠になっているような感覚があって、だからその東北っていうのは実は17歳くらいまでしかちゃんと長く住んでたことってなくて、ですからそこでまた出会い直したって意識があるので、なんでしょうね、その東北ゆかりと言われていいのかなっていう戸惑いがありながら参加しているっていうのが正直なところです。でもその去年の展示で宮城に戻って思ったのは、とはいえそのアーティストを支援する方とかいろんなアートに触れるのが好きな方とかいるから、またその私のいる領域が広がっていくみたいなこともその地方にもできるんじゃないかなって思っていて、何かそうですね、最初は違うやっぱり故郷はちょっと難しいかなって思うこともあったんですけど、今また出会い直して自分のまた座れる椅子をそこに見つけられてるって感覚があります。スキャッタードストーリー、スキャッタードラブっていう、バラバラの物語、バラバラの愛っていうインスタレーションがあるんですけど、そこではエドワード・ヤン監督の「恐怖分子」っていう映画を起点に、ジェンダーとか、エスニシティとか、あるいはそのシネフィリって言って、つまり映画を愛する、映画をすごく好きな人たちっていうような人とか、そういうごく少数の何か人々みたいな、ある種アイデンティティみたいなものについて触れるインスタレーションにしています。エドワード・ヤン監督っていうのが、その外省人って言われるその台湾の中のある種のマイノリティなんですね。そこで彼がその恐怖分子っていう映画を作る中で、女性を見つけて、何かその貧困法制ではない不良っぽい子だったらしいんですけど、その子についての映画を撮りたいと思うみたいな、やっぱりそこってマイノリティの交差性だと思うんですよね。何かそこを自分の、ジェンダーみたいな問題というか、アイデンティティ、ジェンダーにまつわるアイデンティティとか、あるいは映画をやってきたことっていうアイデンティティとかと絡めて、作っています。その写真作品でバラバラと扇風機の風で揺れるっていう写真作品があるんですけれど、それも私自身のポートレートなんですけれども、その互い違いになって映画の中の人々の目っていうものが互い違いの柱に対面で映ってるんですね。でそれが扇風機の風でバラバラになってて揺れるっていう風にしていて、視線と視線が向き合うことによってその自己っていうものが揺らぐ、その自分自身っていうのが他者の関係の中で浮き上がってくるみたいなことを描いている作品ですね。そうですね、壁面に、そのちょっとした詩というか言葉の連なりみたいなものが壁面に貼ってあるんですけれども、いろいろ社会的に弱い立場に時には立たされる人とかが何かのアイデンティティで集まって言葉を語るっていうことの中に、それでやっぱり力をつけて何か言葉を発信するってあると思うんですけど、でもやっぱりそれをやる前にグズグズしていったり悩んだりとか、そもそもそういうアイデンティティ、自分が女性であるとか、自分が例えば映画を本当に好きであるとか何でもいいんですけど、そういうアイデンティティを受け入れられずに困っていた人っていっぱいいると思うんですよね。それを傷つけられたりとか、その時の戸惑いについての言葉、そしてでもその戸惑いを経た上で、またいろんなみんなと出会い直せるみたいなイメージであの言葉を壁面に配置した感じですね。映画っていろんな多くの人にある種大きな声で大文字でものを届けることができると思うんだけど、アートっていうのはある種弱い声であるとか悩んでつまずいてる声ってものをもっと微細な形で表現できる。
その物語として形になっていない状態でも提示することもできると思うんですね。例えばこうそれなりにちゃんと今綺麗に話そうとしてなんか話してますけど、こうもっと人はこうやってよどんだりとかするわけで、それが私アートなのかなってことは思っていて、だからその綺麗にスラスラ話すような映画と戸惑いながら話すようなアートっていうのを同時にやりたいなと思っていて、そしてそれをなぜやるのかってことを語るために私は批評であるとか文筆っていう、文章についての活動もし続けていきたいなっていうふうに思っています。